続きってなる衝撃的な展開の連続だったんです。ダダーン N 子だよ。ネットフリックスアニメ作品の中でも何かと話題の作品といえばデビルマンクライベイビーですよね。皆さんはもう見ましたか？もちろん私は見ています。こちらのデビルマンクライベイビーは何を隠そう、私がネットフリックスへの入社を決めた作品です。そしてネットフリックスへの入社が決まった後にビームスさんと当時コラボをしていたデビルマンクライベイビーの名刺入れを今でも大切に使っています。私にとってもすごく思い入れ深い作品になっています。独特な映像表現も魅力的ですよね。この作品を生み出したのがアニメ界でも奇才として知られる湯浅正明監督なんです。そこで今回はデビルマンクライベイビーと奇才湯浅正明の世界と題してデビルマンクライベイビーの魅力を改めて語りつつ、ネットフリックスで見られる湯浅監督の作品をたくさん紹介していこうと思います。まずはデビルマンクライベイビーについて簡単に振り返りましょう。原作はマジンガー Z やキューティーハニーなどでも知られる漫画家永井豪さんのデビルマン。デビルマンといえば1973年に制作されたテレビアニメ版を思い浮かべる人も多いかもしれません。なのでデビルマンは愛のため悪魔を裏切り人間の味方となった正義のヒーローと思っているかもしれません。でも原作版のデビルマンは全く違うんです。ダークでバイオレンスでシリアスなストーリー展開、トラウマ必至の衝撃のラストは日本の漫画史にも残る傑作です。そんな原作版デビルマンのストーリーを踏襲しつつ、舞台を2010年代に置き換えて湯浅監督ならではの解釈と映像表現で描いたのがデビルマンクライベイビーなんです。永井豪さんの画業50周年記念作品として2018年1月からネットフリックスで独占配信されました。私は原作版デビルマンを読まずに見たのですが、先の読めない展開に次を見るボタンが止まらず一気見してしまいました。各話のラストのシーンがすごく印象的で、続きってなる衝撃的な展開の連続だったんです。そして恐怖だったりダークネスだったりそういう辛いテーマがあるんですけども、どこかしらやっぱりその魅力的、どんどん引き込まれる、どんどん知りたくなってしまうような仕組みがたくさん入っているので、ぜひ皆さんにも一気見を推奨したいと思います。そんなデビルマンクライベイビーは文化庁メディア芸術祭アニメーション部門の審査委員会推薦作品にも選ばれ、日本国内で高い評価を得ています。海外メディアでも多数取り上げられるなど、日本国内にとどまらず世界中で注目される作品なんですね。そんな世界に誇る奇才湯浅監督のデビルマンクライベイビーを見ただけで満足していたらもったいない。ネットフリックスはデビルマンクライベイビー以外にも湯浅監督の作品がたくさん見られるんですよ。ということでデビルマンクライベイビーを見た後に見てほしい私がおすすめする湯浅監督の作品を紹介します。まずは映画クレヨンしんちゃんヘンダーランドの大冒険。この作品では絵コンテも担当していて、中でもラストのトランプをめぐっての追いかけっこのシーンは湯浅ワールド全開。子供の頃楽しんで見ていたという人も湯浅さんという存在を知った後にダイナミックなアニメーションを意識して楽しんでみてくださいね。湯浅監督の名前を一躍世界に轟かせた
この作品も見逃せませんね。アドベンチャータイム第80話フードチェインシーズン6の第2話です。アドベンチャータイムはトムとジェリーでおなじみのカートゥーンネットワークの世界的人気アニメシリーズ。湯浅監督はゲストクリエイターとして本エピソードの脚本、絵コンテ、監督を務めました。アドベンチャータイムは子供向け作品なんですが、シュールな部分が強いこともあって、湯浅監督の演出もバッチリハマっていましたね。このエピソードはアニメーションのアカデミー賞とも言われるアニー賞にもノミネートされるなど、湯浅監督の世界における存在感を大きくした作品になりました。湯浅監督ファンはもちろん、アドベンチャータイムのファンも必見ですよ。そして数ある湯浅監督の作品の中でも私が最近ハマっているのが日本のネットフリックスでも2021年5月から配信が始まった映像犬には手を出すな。次々とアイデアを生み出す浅草みどり、プロデューサー気質の金森さやか、人気読者モデルながらアニメーター志望の水崎つばめ、個性豊かな3人が最高のアニメを作るため奮闘する様が生き生きと描かれている作品となっています。イメージボードがそのまま動き出したり、現実と空想が入り乱れたりと、湯浅監督らしい演出も見どころです。浅草、金森、水崎、それぞれの視点を想像して他のアニメを見てみると、また違った楽しみ方ができて面白いです。そしてアニメファンの方はすぐに気づくと思いますが、浅草みどりがアニメにハマるきっかけにもなった重要な作品のようなものがネットフリックスでも見られます。気になる人はこの作品もぜひチェックしてみてくださいね。本当はもっと作品紹介したいところなんですが、そろそろ尺もありますので、今回は紹介しきれませんでしたが、ネットフリックスではまだまだ湯浅監督の作品を見ることができます。最近だと日本沈没2020がアヌシー国際アニメーション映画祭2021テレビシリーズ部門の審査員賞を受賞しました。こちらも湯浅正明ワールド全開なので、ぜひチェックしてみてください。それに待望の劇場長編作品の最新作、君と波に乗れたらも配信中なので、チェックしないとですね。これらの作品気になった方はネットフリックスで検索して、ぜひ視聴してくださいね。感想などコメントしてくれると嬉しいです。それじゃあ、またねー。